世界の調和と安定を守ることを使命とするクリスタルの戦士たちの前に現れた新たなる強敵、海王。コアクリスタルの力を奪取し我が物とした海王がその恐るべき野望を達するために降り立った地。そこは幾筋にも交差し絡み合い流転していく運命の中にある一つの可能性の世界。滅びゆく定めのアードラ大陸であった。海王に奪われたコアクリスタルの力を奪還するためクリスタルの戦士たちもかの地へと向かうが、あまりにも強大な力を振るう海王の前に手痛い敗北を喫してしまう。しかし大いなる使命のために再び立ち上がるクリスタルの戦士たち。荒れ果てたアードラの大地を旅する中で出会ったのは滅亡に瀕したホルン王国の王子ラリオと彼を補佐する忍びシャドウリンクスであった。希望を失った民たちのため果敢に海王軍と戦い続けるダリオ一党に共感したクリスタルの戦士たちは海王の打倒、そしてコアクリスタルの力を奪還するという絶対の使命を果たすため歴史に介入しすぎてはならないという掟を破りダリオたちと共闘する道を選ぶのだった。一方、先の海王軍との戦いにおいて海王が開いた異界への扉に吸い込まれファルム王国へ流れ着いたルシオはそこでかつての宿敵が全く同じ名前で生まれ変わった姿、若き歴史学者アルストリアとの出会いを経て前世の記憶を取り戻した彼を伴う形でアードラ大陸への帰還を果たしていた。アルストリアとの微妙な確執を抱えながら離れ離れになった仲間たちを探して旅を続けるルシオは旅の途中で出会った流浪の戦士ボルケから得た情報により壊滅寸前だったホルン王国軍の再起と彼らの反転攻勢によっていくつかの城や砦が海王軍の包囲から解放されたことを知る。故郷の村を焼かれさまよう難民たちを守りながら砦を目指すルシオ、アルストリア、そしてボルケ。危険な旅の末にルシオがようやく仲間との再会を果たしたその頃、ルシオたちが預かり知らぬところで海王の命を帯びた刺客灰の月剣が行動を開始する。海王の真の目的は何か、コアクリスタルの制御を我が物とできたのはなぜか。そして海王と彼に付き従う者たちは何者なのか。いくつもの謎をはらみながらもう一つのアードラ大陸にさらなる危機と混迷の嵐が迫りつつあった。ルシオがアルストリアと共にベリスとの再会を果たしてから数日後、さすがのラナンも黙り込んじまったようだな。
どうするんだよルシオ。どうすると言われても、なんというかすみません。でもベリスさんだって最初に話をした時は似たような反応でしたよ。ジュームさんにラフさん、他の皆さんだって。そりゃルシオとアルストリアの因縁を知ってりゃなあ。もう3回も聞いた俺だってまだ信じられねえんだぞ。分かったから少し静かに頼む。さてルシオ、私がここへ到着する前にもう何度も聞かれたことと思うのだが、そこにいるアルストリアは本当にかつて我々の敵であったアルストリアの記憶を持っているのだな。私も自分で話していて少々混乱しているのだが。記憶を持っているというか、生まれ変わりというか、とにかく、はい。生まれ変わりなどということが本当にあるかどうかは俺にもよくわからない。だが俺の中にクリスタルの戦士たちと戦った記憶があるのは確かな事実だ。必要なら前世での最後をもう一度語ってやろうか。それも3度目になるが。いや、それには及ばない。確認をしただけだ。理解もした。するように努める。それで他のみんなはどう言っているんだ。そのアルストリアのことは。どうって言われてもな。まずジュームとペレーネは。そう、分かった。以降は共に戦うというなら私に依存はない。足を引っ張らないだけの強さがあるのなら。あらあらあら、不思議なことってあるものね。驚いちゃったわ。でもこれもご縁よね。改めてこれからよろしくね、アルストリア君。てな感じでいつも通りっつうかなんつうか。セティアさんとルルギアさんは。そっか、そういうことならしょうがないよね。まあいろいろあったけどさ、これからは仲良くやろうね。頼りにしてるよ、アルストリア。お初にお目にかかります。私ルルギアと申すもので。いや、特に何と申しますか。ルシオ様やベリス様を差し置いて私などが何か口を挟むことは、私個人としてはもちろんアルストリア様のことは歓迎したい所存です。はい。ラフは聞きたいのかよ。それはつまりいわゆる異世界転生、前世の記憶。クリスタルと人間、あとなんかよくわからない力の禁断ハイブリッド。圧倒的な完全無欠の俺杖設定。本物だ。私ラフ、よかったらお友達になってくれる？なんかある意味一番好意的に受け入れてくれていましたね。変わったやつだったな。
そんでラナンはどうなんだよ、アルストリアのことを。無論歓迎する。話を聞く限り今目の前にいる彼とあのアルストリアとは完全に別人だ。ならば我々との因縁を持ち出すこと自体おかしな話ということになる。そうだな。そもそもビジョンなんかじゃなくれっきとした人間なんだもんな。ああ、もう頭こんがらがってくるが、分かった。俺も妙に気を回すようなことはしないぜ。改めてルシオが世話になったな。アルストリア、これからも力を貸してもらえりゃ嬉しい。ああ、そのつもりだ。ファルム王国の危機を本当の意味で救うためにも。お前さんが元の学者として穏やかに暮らせる日を取り戻すためにもな。しかしどうもこの出会いは偶然とは思えないものがあるな。偶然ではない。どういう意味ですか？光の意志との連絡は途絶えたままだが、その影響力はまだ少し残っているということだ。海王が開いた異界への扉にルシオが吸い込まれたこと自体は偶然であっただろうが、その先の異空間にわずかながらでも光の意志が干渉し、ルシオをファルム王国へ導いた。ルシオをアルストリアに巡り合わせるためにか。なるほどな。光の意志としてはアルストリアを戦いに巻き込むつもりはなかったと思いたいが、我々の苦境を見るに見かねてということはあり得るだろう。少々情けない話だが。すまない、アルストリア。僕たち、いや、僕の力が足りないばかりに君を。お前が謝ることじゃない。元を正せば海王とかいうやつこそが元凶なんだろう。偶然でないのならばそういう運命だったと受け入れねばならないんだろうな。それよりも今はこれからどうするのかを考えるべきじゃないか。もっともだ。ラナン、ダリオ殿の本体はどんな様子なんだ？問題はない。奪還した砦周辺の平定も終わった。間もなくこちらに到着する。アルストリアの件があったので私だけ先行させてもらったのだ。王子様お付きの臨時軍師も板についてきたな、ラナン。私はそんな柄ではないと一度は断ったのだがね。以前の戦いでいくらか助言をしたのを覚えていたようで、結局断りきれなかった。ダリオ殿にはどこか人を引きつける魅力がある。人徳だな、あれは。お待たせしてすみません。そちらが。はじめまして、ルシオと言います。アルストリアだ。ルシオ殿にアルストリア殿。私はダリオ。どうぞよろしくお願いします。それでは早速ですが、私たちが調査した海王軍の動向について。ちょっと待った。他の連中のことは待たなくていいのか？
シャドウリンクスって忍さんも姿が見えないようだが。彼女にはこの砦の警護を任せてあります。残りの者たちもシャドウリンクス殿を手伝うよう言っておいた。何しろ人手が足りない。全員がここに眼首を揃えるだけの余裕がないのさ。どうやら状況は相当に逼迫しているようだな。今まで力になれなかった分取り戻せるように頑張ります。ありがとう。ではまずこちらを見てください。シャドウリンクスたちが命がけの偵察を行ってくれた結果判明した海王軍の布陣です。どうにもまとまりがないな。どうしてこうもバラバラに分散しているんだ。やれやれ。これでは早晩私はお役御免になってしまうな。差し出がましかったな。すまない。いや、ぜひ君の見解も聞いてみたい。この布陣の意図、どう見る？一つ考えられるのは、何かを守らせている。俺たちに奪われたくない何か、物か、あるいは場所か。しかし海王軍が駐留している場所はあまり戦略上の要衝とも言えないのです。もしかしてここにコアクリスタルがあるとか？いや、コアクリスタル自体は今も座にあると私は見ている。海王は何らかの方法で座のコアクリスタルから力を引き出し我が物としているのだ。違いましたか。そう気を落とすな。考え方自体は悪いものではないはずだ。ダリオ殿たちにとっては重要ではないが、海王たちにとっては重要なもの、場所。それを突き止められれば海王の目的にも近づけるはずなのだが。コアクリスタル。クリスタル。何か思い当たることでもあるのか？いや、単なる思いつきだが、各地のクリスタル化現象と関係があったりしないかと。なるほど。それは検証してみる価値があるかもしれない。お話中にごめんなさい。ちょっと大変なの。ベレーネさん、何があったんですか？リンクス、どうしたんだ？その傷は一体。ダリオス様、お伝えしたいことが。ダリオ、その場所にどんな意味があるのか貴様にはわかるまい。陛下、その偉大なるお力わずかばかりお借りいたします。海王陛下に代わって命じる。目の前の砦を攻撃し、陛下にあだなす者どもらを皆殺しにせよ。ジューム、よかったわね、ルシオとまた会えて。無事のことは
分かっていた。またそんな言い方して。嬉しい時はもっと喜んでいいんだよ。喜んでいる。これでも。あら、そう？じゃあまあそれはいいとして、ラフの方はどうしちゃったわけ？どうも先ほどからずっとこの調子でして、どうやらペレーネ様と何かあったようなのですが。ペレーネと？どういうこと？無視された。それは穏やかじゃないわね。ルシオも無事に戻ってきてさ、アルストリア君も仲間になってくれてさ。アルストリア君？まあいいや。それで？なんかこう久々に明るい空気になってきたからさ、これはチャンスと思ってさ。さりげなく「私に何か話すこととかないの？」って聞いたの。割とダイレクトに切り込んでしまっていらっしゃるような。そしたらすっごいわざとらしく「ちょっと用事が」みたいな感じで流されて、そのままどっか行っちゃって、ひどいひどいよ。泣くぞ。泣かないでよ。でもさすがに少し心配だね。今はまだその時じゃないと思っているだけだと思う。その時っていつよ？何時何分？異界が何個生まれた時？これはいつものかっこいいキャラも保てないくらい参っちゃってるみたいね。何かお力になれることがあれば良いのですが。うわっ！何？この鐘の音は。敵襲だ！南と東から多数！総員配置につけ！どうやら話はここまでみたいね。ラフ、大丈夫？そこまで子供じゃない。ただまあむしゃくしゃはしてるから。やりすぎちゃったら誰か止めてよね。南側の防衛を引き受ける。セティアも来て。了解。では東はこちらで。伝令はどこか？止めてよね。はい。こっちは倒したよ。ラフの方は？こちらも今しがた。ほとんど全てラフ様が。どうしたのルルギア？どこかやられた？いえ、そのようなことは。ルルギア、ナイスアシスト。お役に立てて何よりです。何よ、へこんでた割に絶好調じゃない。そうね。なんだか少し魔法のキレがいいような気がするかも。確かに今までよりも体が軽い。
コアクリスタルからの魔力供給は断たれたままなのですがね。環境に慣れてきて大気や土地からの魔力を吸収する効率が上がったのでしょうか。かもね。ところでシャドウリンクスは？シャドウリンクス様、どうにか敵は撃退できたようです。これより負傷者の収容に移ります。任せる。はっ。どうも妙だ。敵の襲撃がこれ見よがしに過ぎる気がする。一見かなりの攻勢を仕掛けてきているように見えるが、その割に粘りがない。もしや何かの陽動か。だとすれば敵の本命はダリオ様か。連中うまく持ちこたえたか。頃合いだな。束の間の勝利に気を緩ませた瞬間こそ好機。やはり以前のままだな。難攻不落で鳴らしたこの砦の唯一の死角。ここから一気に一気にどうするつもりだ。そのいでたち海王の配下のものだな。先ほどの攻撃はあくまで陽動。本当の狙いは死角から砦に潜入することにある。狙うならばここしかないと網を張っていれば案の定だ。砦に忍び込みダリオ様のお命を狙うつもりであったのだろうが、させるものか。リンクス。私の名を知っているとは。貴様と私の間に面識はなかったと思うが。ダリオに付き従う忍びがいることは全国承知している。貴様がシャドウリンクスだな。確認してどうする。そうだと答えればこの場から立ち去るとでも。だがあいにく私の方は貴様を逃がすつもりなど毛頭ない。囲め。ホルンの忍びどもまだ生き残っていたか。卑怯などと言うまいな。
これが忍びの戦い方だ。覚悟。力量の差も読めぬか。愚かな。ホルンの忍びも落ちたものだ。化け物め。私の拳には陛下より賜りしコアクリスタルの力が宿っているのだ。貴様たちに最初から勝ち目などありはしない。分かったならば引け。黙って引くならば一時は命を長らえる機会をやる。なめるな。身をひねって急所は外したか。さすがだが哀れでもある。島での苦しみが増すだけだぞ。人思いに刈り取られた方が楽にいけるものは。一度ならず二度までも。だがそれもここまで。死ね。まだ強い。圧倒的な差だ。今の私ではまるで歯が立たない。だがそれなのに奴の攻撃が、剣筋がかすかに見える。見えてしまう。なぜだ。私はこの体さばきを知っている。そうだ。この動き、この身こなし、間違いない。貴様はまさか。余計なことを口走る前に真の像を貫いてくれる。水のクリスタルの戦士。ベレーネットのなぜここに。ラフちゃんたちには悪かったけれど、おかげで間一髪間に合ったわね。今ちょうど一人であなたたちのことを考えていたのよ。海王の家来さん。一人増えたところで状況は変わらん。まとめて
地獄に送り届けるまで。いいえ、私今回ばかりは負けるわけにはいかないわ。あなたを倒してどうしても聞かなきゃいけないことがあるのよ。抜かせ。我が拳の速度についてくるとは。こっちペレーネの気配がある。ペレーネ、近くにいるんでしょ。返事してよ。ラフちゃん。しまった、待ちなさい。この借りはいずれ返す。必ず。ペレーネットのリンクスちゃん、しっかり。頼む、私をダリオ様のところへ。喋っちゃダメ。折れた骨が肺に刺さってるのよ。私なら大丈夫。それより急いで。ダリオ君のところにはベリス君もいたわね、確か。分かったわ。あなたは動かないで。敵は砦に侵入し、ダリオ様の暗殺を。もういい、リンクス。分かった。喋ってはダメだ。急げ、本陣を移して。リンクス！まずい、気を失った。ベリス君、すぐに治療を。もうやってる。ベリス殿、リンクスの容体は？大丈夫だ。命に別状はない。今はペレーネが看病してる。
傷は完全に治した。そこは受け合うが、気力も体力も底を突き果てたって感じだな。あとは当人次第ってとこだが、まあしばらくは目を覚まさないだろう。そうですか。とにかく命が助かっただけでもよかった。ダリオ殿、心痛は察するがあまり猶予はない。今後の対応を決めねば。はい。皆さんを集めてください。私に考えがあります。砦を出る？せっかく取り戻したのに？私たちは構いませんが、難民の皆様はどうなってしまうのでしょう。もちろん砦を完全に放棄するわけではありません。守りに必要な兵力は残します。民たちには砦を自由に使ってもらうつもりです。じゃあ本陣だけを移動するのね。狙われていると分かっているならば砦にいた方が安全。わざわざ砦を出るのはなぜ？私が狙われているという可能性があるならば、ここにいては民を巻き込んでしまいます。私としてはそれは避けたいというのが第一の理由です。しかし戦力の大部分を連れて砦を出てしまっては逆に海王軍の全面攻勢を招きかねないぞ。もちろんその警戒を厳にするのは大前提です。もしそれでも海王軍が砦を攻める動きを見せれば、すぐさま反転して彼らの背後を突き、少なからぬ打撃を与えることも可能ではないでしょうか。私ならば反転せず手薄になった敵の本体を吸収すると言いたいが、君がその策を選ぶことはないのだろうな。ラナン殿は私のことをよく分かってくださっている。臨時と言わず正式に軍師として我が軍にお招きしたいぐらいですよ。やれやれ。失礼。冗談はともかくとして、実はもう一つ砦を出て行動したい理由があるのです。第2の理由か。そいつはぜひお聞かせ願いたいね。私は一度この目で海王軍が駐留している場所を直に見てみたいのです。ちょっと待って。ラナンの言い草じゃないけど、あんまりそれは賛成できないな。偵察ならば他の方を当たらせても事足りるのではありませんか。シャドウリンクスが健在なら彼女に任せたでしょう。ですが今はそれは叶いません。であれば皆さんを含む最精鋭をもって海王軍の全容とその意図をつかむ、これが最も安全な方策と考えます。結果
海洋軍の真意が分かれば一番無駄なく次の行動を起こせる体制でもあるか。とにかくここを出ていくのは決定ってことなのね。ちょっと残念。残念。どうしてですか？そんな改めて聞かれるとちょっと困る。なんとなくかな。妙に居心地よかったからさ、ここ。そうでしょうか。すみません。僕合流してあまり時間が経ってないもので。ああ、謝るこっちゃないでしょ。真面目だな。それで出立はいつになる？準備が整い次第明朝にも。遅らせたい理由があればそれは伺いますが。この周辺の土地についても調査をしておきたかっただけだ。学者の習性と笑ってくれ。今はそんな場合ではないことは分かっているつもりなんだが。いえ、決してそのようなことは。では今夜いっぱいは自由に調査をしていただく形では。いいのか？もちろんです。クリスタル化の原因を探るのも重要なことと考えます。人も数名お付けしましょう。移動先でもアルストリア殿には調査を続けていただきたい。それは助かる。では悪いがすぐにでも取り掛からせてもらおう。あ、待って。だったら僕にも手伝わせてもらえないか？手伝いたいんだ、君を。ダメかな？好きにしろ。私も手伝う。ジェームさんが？何？文句あるの？私には剣しか触れないとでも？言ってませんよ、そんなこと。何でもいい。来るなら早くしてくれ。時間が惜しい。ああ、すまない。今行くよ。ジュームのやつ、うまいことつまらない作戦会議から逃げたな。ラフ様も本当はすぐにでも逃げ出したいとお考えではありませんか？何よ、ブルギアのくせに。その分かってるんですよ的な言い方は。本当に分かっているから差し出口と承知であえて申し上げているのです。ラフ様、出立前に今一度ペレーネ様とお話しする時間を持たれた方がよろしいかと。作戦に関わることについては私が代わりに聞いておきますので。
優しいじゃん。ありがとう。でも気持ちだけ受け取っとく。これもなんとなくだけど、私の方はやっぱりもう少し待ちな気がするから。ダリオ、砦を出たか。クリスタルの戦士たちも一緒だな。今追撃すれば行方をくらませる前に。追撃は無用である。帰還せよ。隠そう。貴様、陛下のおそばにあれと言ったはずだが。その陛下からのご命令を届けに来たんだ。聞いていただろう。不服か。ついでに軍師殿からのことづけもあるぞ。くれぐれも当初の目的をお忘れなきようだとさ。要は陛下が無駄なお力を使われることなく連中をどかせればよいのです。ダリオを撃てばそれで奴らの統制は崩壊する。あえて申し上げておきます。そこに固執する必要はないのですと。月見殿の陛下への忠説は私ごときとは比べ物にならぬことは承知。故に申し上げるのです。どうぞご理解のほどを。どうしてお前はそう持って回った言い方ばかりするのだ。それで気を使っているつもりか。陛下の命には従う。ああ、そうしてくれ。あんたを無理やり連れて帰るのは骨が折れるどころじゃないからな。戻ったか。ダリオメを撃つことは叶いませんでした。私の不徳の致すところです。いかような処罰でも甘んじてお受けいたします。処罰などせぬ。むしろ世の方がお前に謝罪せねばならぬ身であろう。何をおっしゃるのです。お前を差し向ければかの者とぶつかる可能性は十分に予見できた。そこに考えが至らねば世の失態であった。お前とシャドウリンクスを相争わせるつもりはなかった。許す。ダリオもこうなる前に世の義務において打っておくべきであった。もっとも以前の世にそれが可能とも思えぬが。陛下、やはり陛下はあの頃のままなのだ。何も変わっておられない。そして手を汚すのはまずご自身であるべきと覚悟を定めておられる。ならばせめて陛下の恩義だけは私がお守りする。必ず。ともかく目的は果たした。その結果のみが全てだ。軍師、
各地の準備万全であろうな。無論滞りなく連中の目を引くための餌もまいておりますれば、まあつまらぬ思案をしつつ各所を巡り歩くことでしょう。その滑稽さを笑えぬが残念です。わかった。が、その辺にしておくがよい。これ以上の細工は無用だ。これは恐れ入りましてございます。ランダル、ウェゼットの方はどうか。そちらは何らご心配なく、お鹿の王も人狼の姫ももはや死にたい。陛下におかれましてはゆるりと体をお休めいただきつつかの地に向かわれますよう。休息などと余計な気遣いは無用である。だが座をこじ開け真に無限の魔力を手にするには今少し時がかかろう。光の意志との根比べを楽しみながら進むの一興。焦らず出発の準備をせよ。仰せのままに。月見は世の友をせよ。よいな。はっ。各層は万が一に備えランダルとウェゼットを警戒せよ。承知いたしました。しかしそれほどの備えが必要でありましょうか。そうだな。ではそれこそ休息とでも思い好きに過ごすがよい。心残りがないように。ただし世が命じた時には何をおいても参じよと命じておく。そのような心残りなど俺は。姉に対する世からの詫び代わりと思っておけ。よいな。話は終わりだ。皆下がれ。伝令より報告があった。この先で海王軍の部隊を発見したそうだ。規模や陣立ての詳細まではつかめなかったようだが、シャドウリンクスがいないとどうしても情報の精度は落ちるか。致し方ないことではあるけれど、それはそれとしてやはりこのような場所に布陣しているのは妙だな。戦略的に意味があるとは思えない。とはいえ無視して進むわけにもいかないんですよね。いわゆる軍事的な戦略拠点ではないというのならば他の理由があると見るべきだろう。それも含めて俺に調査させてもらえると理解していたのだが。ええ、ですがそのためには駐留している部隊を一時的にでも排除しないと。ホルン軍の戦力は温存したい。我々がまず当たるべきだろうな。だったら僕が先陣にいいですか？
おお、頑張ってこい。若いやつが率先して働く。いいことだな。ベリス、最近マジでだんだんジジイポーズがシャレにならなくなってない？マジか。私ですらここのところは結構自重してるつもりなんですけど。ラフですら自分で気づいてないのまずいでしょ。それはつまりもうポーズでもプレイでもなく本当にジジイに。よし、俺も行くぞルシオ。サクッと片付けて調査に入ろうぜ。はい。そういうムーブが余計に。かわいそうなベリスおじちゃん。俺も行こう。時間が惜しい。人手は多い方がいいはずだ。アルストリア君も行くの？じゃあ私も。本物の立ち居振る舞いしっかり見て勉強させてもらわなきゃ。誰が何を？自重していらっしゃるんでしょうかね。片付いたな。すぐに調査に入る。本物はあまり無駄口を聞かない。メモメモ。何なのその変な真面目さは。いかがでしたか？まず分かったのは、この周辺もクリスタル化現象が進行しているということ。一目瞭然ではあるが、この一帯だけが著しく進行しているのは気になる。ただ他とは少し違う点もあることが分かった。クリスタルの結晶から放出されている魔力量が非常に高いということだ。そのことにどういう意味があるとお考えですか？一つにはビジョンの兵士たちの補給地点だという可能性。なるほど、それはあるかもしれないな。あのビジョン兵たちも長くこの世界に姿を留めるには魔力の補給が必要であると。人間の兵士が食料や水を必要とするように。ちょっと待ってくれ。そいつは妙だぜ。考えてもみろよ。海王はコアクリスタルの力でこれだけのビジョンを召喚しているんだぞ。コアクリスタルの力があればビジョンたちへの永続的な魔力の供給もたやすいはず。ならばやはり先の私の仮説が生きてくるのではないか。光の意志の影響力はまだ完全には失われていないというお説ですね。そうだ、海王はコアクリスタルの力の大部分を手にしているものの完全な掌握には至っていない。そっか。
私たちだってコアクリスタルの魔力の全部を使えるわけじゃない。派手に使えば一時的に魔力が切れちゃうこともある。ありました。はい。では海王はこの土地から魔力を集めていたのでしょうか。他の場所も同じであると。それだけではないような気がするが、そういう側面もあったはず。実際ビジョンの兵士たちはここにいたわけだしね。人や他の生き物にとっては作物も育たず水も枯れた死の大地であっても、純粋に魔力のみを糧にする者たちにとっては都合がいいこともあるのですね。そういう言い方されちゃった後だとなかなか言いにくいんだけどさ。補給基地に使えるっていうなら私たちもここで魔力を補給させてもらわない？ね、ペレーね。そうね。それもいいと思うわ。アルストリアも魔力の補給はしておいた方がいいんじゃないか？そういうものなのか。俺は特にこれといって不調は感じないが。さすがハイブリッド。魔力の補給に役立つのならクリスタルの採掘も少し行ってはどうですか？それなら魔力が尽きてる空っぽのクリスタルも集めておこうぜ。ダリオ殿には俺らとは逆に安全に魔力を放出できる入れ物が必要だろ。心配いらない。俺が手を貸すから。ベーリストのお気遣いありがとうございます。クリスタルか。魔力の補給、魔力の集約。何かが見えてきそうな気もするが。この一箇所だけで判断するのは俺としては避けたいな。もう少し他の場所も調査すればマシな推論が立てられるはずだ。わかりました。皆さんの魔力補給が済み次第出立しましょう。やはりここも同じだ。クリスタル化の進行が顕著な上、周辺の魔力量が増えている。どうする？また魔力補給をするのか？クリスタルの戦士の皆さんはそうしてください。すみませんが、私は少しやらなければならない仕事が残っているので失礼します。ダリオくん、また顔色があまり良くないわね。ちょっと見てくるわ。ラナン、一緒に来てくれ。わかった。
どうだい？少しは楽になったか？お手数をおかけします。助かりました。君の懸念については理解しているつもりだ。難民の件だな。はい。私のわがままだとは分かっているのですが、この移動中にもまたあっちこっちから随分増えちまったもんな。軍のみで身軽に行動するために城や砦を確保したのに、これではお話になりませんね。できる限り護衛をつけて砦へ向かわせるようにしているのですが、この調子で難民を護送していてはいざという時に戦力不足に陥りかねないか。分かっています。分かっているのです。ですが、私には民たちをどうしても見捨てることができない。民たちの中には私の後ろに妹のマシュリーの影を見ている者も多い。せめて生きている私が妹の代わりを務めてやらねば。気休めにしかならんことは承知しているが、そう思い詰めるな。そうも言っていられません。何しろ私にはもう時間が残されていない。そうでしょ、ベリス殿。ダリオ殿、やっぱり気づいていたのか。自分の体のことですから。どうか正直に教えてください。私はあとどれくらい生きられるのですか？正確な時期は俺にも読めない。長くはないとだけ。そろそろ俺の治療でも限界は近づいている。すまんな。いいえ、そんな。ベリス殿たちと出会えなければ私の命はとうについえていたはず。ベリス殿はじめ皆様には感謝の言葉しかありません。本当です。だからこそ命あるうちに私はできる限りの責任を果たしたく思うのです。ダリオ殿の決意は分かった。それで次はどう動く？今の話を聞いてしまった以上、もうあまり調査にばかりかまけてはいられないと思うが。調査か。肝心のアルストリアはどう考えているんだろうな。
毎晩遅くまで過去の地図や自身でまとめた記録と睨み合っているようだ。あれは根っからの学者だな。その探求心は私も見習いたい。彼はやはり俺たちが知っている以前のアルストリアじゃないってか？そういうことだ。無論バルディアとも違う。悪いな、お前さんにも気を使わせちまって。どうも最近らしくないことばかりしているな、私は。アルストリア殿は近いうちに必ず何らかの結論を出してくれるはずです。それまでは彼を信じて待ってみようと思います。いいのか、それで。少なくともアルストリア殿がアードラのために尽力してくださっているのは確かです。その結果が仮に海王を打倒する手がかりにはならないものだったとしても、もっと別の形、私が死した後のアードラ大陸に民にとって希望になる可能性はある。ダリオ殿。さて、長話になってしまいましたね。今回加えた難民たちを落ち着かせたら出発しましょう。すでに目前の海王軍の動向は把握しています。それを打ち破っておくことも民にとってわずかでも救いになるはずですから。これまでの移動経路、それに海王軍が駐留していた場所、大地がクリスタル化する進行具合。これに地形図を照らし合わせるとやはり重なる。そうか、そういうことか。待てよ、だとすればまずいぞ。アレストリア、さっきまで見ていた資料だけど、これどこに置いておけば。ルシオ、どうしたんだ急にそんな大声を出して。すぐにみんなを集めてくれ。急がないと手遅れになるかもしれない。手遅れって。何急に全員集合とかどうしたってのよ。何やら良くない予感がしてしまうのは私だけでしょうか。とにかくアルストリア殿の話を聞きましょう。まず結論を言う。軍を引き返させ砦に戻すべきだ。それも今すぐに。わかりました。納得できるご説明をいただければ
そうしましょう。理由、確かにそうだな。ではまず、これまで俺たちが調査してきた地域の共通点は何だ？大地のクリスタル化が進行しているということだね。もう一つある。魔力の放出量が多いから私たちにとってはちょっと助かるかな。ああ、そうだ。これらの地域と似た特徴を持っている場所がまだある。どこ？もったいぶるのはなし。単刀直入に。わからないか。俺たちが拠点にしていた砦、正確には砦を含む一体だ。ラフも言っていたはずだ。妙に居心地がいい場所だと。いや、確かにそんなこと言った気がするけど。よく思い出してくれ。他にも何か思い当たることがあったんじゃないか？思い当たること。あ、そういえば。何よ、へこんでた割に絶好調じゃない。そうね。なんだか少し魔法のキレがいいような気がするかも。確かに今までよりも体が軽い。そういえば私も海王の家来さんと戦った時に。我が拳の速度についてくるとは。魔力のことを気にせずに戦えたような。これってつまり。ああ、あの砦の周辺はクリスタル化こそ進行していなかったが、これまで調査した地域と同様、魔力の放出量が非常に多い場所だった可能性が高い。おい、それじゃあ軍を砦に戻せってのは。やはり海王の狙いはあの砦の周辺にあるということか。しかし魔力の放出がある地域というだけでは少々根拠として弱いようにも。根拠はもう一つある。俺が暮らしていたファルム王国にもやはり魔法はあるが、おそらくこのアードラ大陸よりももう少し学問としての研究が進んでいた。俺の本分は歴史だったから大学で多少かじった程度の知識しかないんだが、
魔力の自然放出量が多いとされる場所には共通の特徴があるんだ。詳しく話せば長くなる。例えば山脈や大きな湖がどのようにして生まれたのか、火山がなぜ噴火を起こすのか、そういう研究がされてきた中で徐々に解明されてきたことだ。とにかくこれまで調査した場所はその特徴と合致していた。そしてあの砦一帯もそうだと。俺の見立てではあの砦周辺は今でこそ広い窪地だが、太古の昔は火山があったはず。地下深くには想像を絶する魔力が溜まっていることも十分考えられる。海王の狙いはその地下深くの魔力なのか。これは俺の推測だが、海王は各地の魔力をさらに活性化して回っていたんじゃないだろうか。その結果、調査した地域のクリスタル化が急激に進行した。砦周辺のクリスタル化が進行していなかったのは海王の介入がなかったから。ホルンの精鋭部隊が死守し、さらに我々が解放したことで介入する機会を逸したのか。そこにちょっかいをかけるには俺たちを倒して再び砦を我が物にすればいいが。その場合は海王も無傷では済まないかもしれない。アルストリアの説が正しければ、砦によって戦う限り私たちは魔力を回復しながら戦える。コアクリスタルと接続している時と同じとは言わないまでも。ではもっと簡単で危険の少ない方法を選ぶとすれば。私たちに砦から出て行ってもらえばいいわよね。それじゃあ僕たちまんまとおびき出されたっていうことじゃないですか。ダリオ殿、全軍を転進させます。一刻も早く砦へ。民の命が危ない。シンがまいた餌を食べたネズミどもが舞い戻ってくるようでございます。3箇所、いえ4箇所は脈を見て回ったでしょうか。陛下の真意に気づいたとて、あれほど離れてはもはや間に合いますまい。月剣、抑えよ。これでよかったのだ。お前は十分任を果たした。角層を呼び戻せ。さすがにもうよかろう。各所の砦にはダリオが残した守備隊がおります。あれから難民どもを連れて戻ってきた者らも含めれば、まあほどほどの戦力かと。もし陛下にお力を温存なさるおつもりがあれば、真が降伏を呼びかけてもようございますが。聞き入れはすまい。仮にダリオが
万一の際は降伏せよと命じていたとしても、逃れてきた民を後ろにしておめおめ引き下がるとは思えない。あれはそういう兵どもだ。悲しく愚かな連中よ。以前の世と同じだな。陛下、承知いたしました。ではご命令を。落とせ。世の道を開けよ。仰せのままに。今戻りました。すでに戦いは始まっている。おそらく救援は間に合わない。やはり降伏してはくれなかったか。私がもっと強く命じておけば。後悔している時間はないわよ。しっかりして総大将。ラナン君、何かみんなを助けられるいい作戦はないの？奇策を用いて不利をひっくり返すというのは物語の中では面白いがね。実際にはそううまくはいかないものだ。ここは成功法しかない。砦を直接救援するのは諦め、進路を転換して海王軍の本体を側背から攻撃する。それは私も考えましたが、肝心の海王の居所がわからないのでは。この際それは考えなくともいい。砦に最も接近している集団の中に海王はいるはずだ。我々を砦から引き離した時点で海王は第一の目的を達している。その状況で小細工は仕掛けまい。雑魚は無視して本命へ一直線ってのは俺たちも敵さんも変わらないわけか。ダリオ殿、騎馬兵や補助魔法を使える者たちで高速機動部隊を編成しよう。はい、私が直接指揮を取り海王へとつながる道を切り開いてみせます。クリスタルの戦士の皆さんは海王を。陛下、ダリオ率いる一軍が突出して側背より迫っております。クリスタルの戦士どもも共に。足の遅い兵を切ったか。定石ではあるが判断の速さはさすがだな。だがその分厚みは失われる。後衛の一部を割いて迎撃させよう。本体はそのまま進めばよい。いえ、お待ちください。恐れながら敵の進軍が早すぎます。脱落者が出ることもいとわぬ捨て身の突撃。この戦法、以前にマシュリー王女が陛下に肉薄した時と同じもの。妹が妹ならば兄も兄か。ホルンの血は争えぬと見える。
これもまた運命ならば通してやれ。ダリオの世への謁見を許す。陛下、いくらなんでもお戯れが過ぎませぬか。構わぬ。妹の最後を見届けた者としてその優先ぶりを伝えるは礼儀というものだが、世は足を止めぬ。たどり着けなければダリオもそこまでの男だ。見えた。あのいかにも悪役って仮面、間違いない。あの男がファルム王国を、我が妹の仇。海王、聞こえるか。我が名はダリオ・ホルン。貴様に撃たれ釣ったマシュリー・ホルンの兄だ。ダリオ・ホルン、哀れなる亡国の王子よ、よくぞ世の前に現れた。貴様の妹はよく戦った。その勇気、技量、そして決意に世は惜しみなく賛辞を送る。だがどれほどの決意も死ねば無駄。何も残らぬ。それは貴様も同じこと。貴様は世には勝てぬ。それでもなお妹の仇として世を討たんとするのか。私は妹になり代わりあなたとの対話を望む。対話だと。私よりはるかに将の資質を備えた妹に成し得なかったことが私の手でなせるはずもない。ならば私は妹とは違う形であなたと相対する。くだらぬ。今さら世に心中を誓うとでも言うつもりか。違うな。私が求めるのはあくまでも対等な交渉だ。私はあなたの誇りに訴えている。まずは私の望みを述べよう。戦に民を巻き込みたくない。砦にこもる大多数は戦火を逃れた罪なき人々。彼らを救うことこそ我が望み。海王、あなたの望みは何だ。それは戦の結果でなければ得られないものなのか。私たちには話し合う余地はないのか。ちょっと、ここまで来て対話がどうとか、誰かこのこと聞いてたの？いや、私も聞かされていない。何を考えているの？対話か。そう、
そうだな。まったく貴様の言う通りだ。戦になど何の益があろう。戦など大地を人を全てを荒れさせ、絶望だけを無限に生み出していくもの。話し合えばよいのだ。伝え合えばよいのだ。そうとも。人にはそれができる。言葉と心があるのだから。できるはずだった。ビジョン兵、まずいぞ、この数は。ヤックさん、言ってることとやってることがまるで噛み合ってねえぞ。礼を言うぞ、ダリオ。貴様のおかげで世を改めて思い出せた。世がなぜこの地に舞い戻ったのか。なぜこの地より再び始めようと思ったのか。舞い戻る。やっぱりそうなのね。なんてことなの。私はどうしたら。教えてちょうだい。カリドラ。世が再びこの地に立ったのは、忌まわしき記憶と弱き者であった過去を消し去り、全てを滅ぼした灰の中より真の再生を果たすため。その通りです、陛下。さあ、どうぞこちらへ。真だと陛下にとっての希望の道しるべはもうすぐそこにございます。待ってくれ、海王。あなたは一体。しっかりなされよ、ダリオ殿。海王と戦うにしろ話し合うにしろ、まずはここを切り抜けてからです。やっば、海王がもう砦に。あ
言ってください、ラフ殿。皆さんもここは私が食い止めます。でもダリオさんだけじゃ。ダリオ様は私がお守りする。行け。リンクス。ダリオ様、醜態を晒しましたこと、どうぞお許しください。償いはこれよりの働きによっていたしますれば。行きましょう、ルシオ。ラフも来て。この好機逃すわけにはいかない。わかりました。了解。ラナン殿、ベリス殿、申し訳ありません。どうやら私の言葉は届かなかったようです。私の力では海王を止めることはかなわない。あとは頼みます。諦めるんじゃねえよ。ヤッコさんをとっ捕まえてここに連れてくりゃ同じことだ。それまで無茶はしてくれるな。希望を捨ててはいけない。君の未来についても。約束しましょう。だから急いで。お前たちも行け。時間がない。承知。シャドウリンクス、何と言っていいかわからないが、あんたも死なないでほしい。そうそう、せっかく拾った命なんだから大事にね。分かった。後で再び会おう。アッキ滅殺。ああ！今だ！続け！こちらでございます、陛下。ここが最後の脈。クリスタルの戦士の介入にダリオ一党の悪あがき、少々遠回りさせられましたが、最終的に全て陛下のご意志のままに。陛下がこの脈にコアクリスタルから得た魔力を流し込めば、それが真なる再生への産声となりましょう。陛下。学僧はまだ戻らぬか。申し訳ありません。角僧殿にも
その武器を通じて陛下のお力は伝わっております。この先何が起きようともご心配には及びますまい。帰還の折には私が責任を持って始末をつけることをお約束いたしますので。早合点するな。別に咎めているわけではない。だが何をしたところで運命が覆らぬことは隠そうとて理解していようものを。誠にはばかり大きことながら申し上げます。今は角宗殿のことよりもこれから陛下のお手で紡がれるべき未来についてお考えくださいませ。世が紡ぐ未来か。陛下、恐れながら私からも申し上げます。陛下のお苦しみ、お嘆き、そしてお怒り、私はずっと間近で見てまいりました。だからこそ申し上げます。大丈夫です、陛下。これだけはご信頼ください。陛下が何をなさろうとも必ず私が陛下のおそばにおります。陛下、どうぞ胸を張って大業を果たされますよう。陛下こそが臣たちの希望。たった4人だけの小さな国ではありますが、臣はその国が育ち陛下の翼となり大いなる高みへ羽ばたく姿を見たくございます。世は常にお前たちの献身に救われているな。あの時よりずっと。さあ、陛下、どうぞお手を。今こそ祝願の時。神におなりください、陛下。待て、海王！何をするつもりか知らないけど、我が真なる闇があんたの野望を塗りつぶせ。この喜ばしい時に何たる無粋。月見殿、分かっている。陛下の邪魔はさせん。こたびばかりは臣も参らねばならぬようです。陛下、お許しを。
どいてちょうだい。と言っても聞いてはくれないのでしょうね。無論この命陛下の盾としてあるが本望。先の雪辱この場で果たさせてもらう。悪いが人の命がかかってる。何が何でも通らせてもらうぜ。クリスタルの戦士一の古豪と武器を交わすはこの上なき誉れ。太陽陛下の臣として全力をもってお相手つかまつりましょう。アルストリア君の言ってた通りね。ここならいける。調子に乗るな。なるほど。脈の魔力をその場で吸収しつつ戦うとは考えたもの。ですが残念ながら今一歩届かなかったご様子。それはどうかな。無駄です。いかにこの地の魔力を得ようと陛下よりお預かりした力に比べれば。今だ。ルシオ、ジューム、アルストリア、行け。あ、最初からそれが狙いか。小賢しい真似を。力に溺れたら数の有利を生かすのは戦の基本。貴様にはここにとどまってもらうぞ。おのれ、陛下、お急ぎを。証拠りもなく再び世の前に立つか、クリスタルの戦士ども。何度だって立ちふさがってみせる。世界の調和と安定を守り抜くのが僕たちの使命だ。コアクリスタルの力を返しなさい。その力はあなた個人の野望に使っていいものではない。世界の調和と安定、貴様たちの言葉こそ思い上がりだ。何故に光の意志に選ばれし者だけにその権利が与えられているというのか。何故に使命を果たすのが貴様らでなければならぬ。その資格をどう証明する。何が言いたいの。世が貴様たちと同じことをしてはならぬという理由が
どこにあるのかと問うている。同じことだって。お前が僕たちに代わって調和と安定を守るとでも。そうだ。それこそが世の望み。くだらぬ戦を、争いをなくし、誰もが穏やかに生きられる世界。このアードラだけではなく、貴様たちが異界と呼ぶ全ての世界に平和をもたらすこと。世はそれこそ自身に課せられた大いなる義務と心得て立ったのだ。矛盾している。では今お前がやっていることは何なんだ。争いをなくすと言いながら、お前はアードラの人々とファルムの民の命を奪った。全ては過程だ。最良の結末を迎えるための生みの苦しみ。長きにわたり人に世界にこびりついた赤もカビも全てを燃やし尽くし、清められた灰の中より新たに世界を再生する。故に世は変えようと号する。世の望む世界はお前たちの望む世界と同じはず。そんなはずがあるか。自分の理想の世界を作るため、今生きている命は消し去る。そんなこと許されるわけがない。私たちの使命を思い上がりと嘲笑うならば、それはあなたも同じこと。あなたは神にでもなるつもり。そうだ。世は神を目指す。人にできず、クリスタルの戦士にもできず、光の意志にすら成し得ぬというのであれば、そのさらに高み、神にぐらいならねば世界を救うことなどできる。なんだこの魔力は。凄まじい魔力が海王のもとに集まっていく。ビジョンの兵士に使っていた魔力を戻しているの。だがそれはやはり貴様たちを切ってからだ。現れよ。こいつはこれまで戦ってきたビジョン兵とは違う。込められている魔力が桁違い。二人とも気をつけて。かつてこのアードラ大陸を己の欲望のままに踏みにじった愚か者の姿だ。せめて世の駒となってわずかでもその罪をすすぐがよい。
様、これはビジョンの兵たちが消滅していく。もしやクリスタルの戦士が海王を撃ったのでは。いや、違う。今まさに海王は彼らと向かい合っているんだ。おそらくビジョンの兵士に回していた魔力を断ち、自らが振るうため。ダリオ様！これは海王の魔力が私の魔力にも合唱。しっかりなさってください、ダリオ様！この力、もはや人間では。彼は本当に何者？ダリオ様、このような時に申し訳ありません。ですがお聞きください。先刻海王の配下と戦ったことで思い至ったことがあるのです。思い至ったこと？海王の正体について。ルシオ、それにアルストリア、いいわね。奴を倒さなければいずれまたファルム王国に厄災が降りかかる。俺の夢をそんな形で奪われてたまるか。僕は認めないぞ。そんな風に命を踏みにじって手に入れる理想の世界なんて。海王、お前の野望は僕たちが止める。今だ、ここで一気に海王を撃つ。ルシオ、援護をお願い。少子さっきよりもさらに魔力が強い。アルストリア、チューブさん！私たちのことはいい。ルシオは海王。でも行け！己を顧みぬ蛮勇が道を開くなどとつまらぬ妄想をしているのではあるまいな。圧倒的な力の差がわからぬか。世が刺激するビジョンすら満足に倒せぬ者らが身の程を知れ。そんな、まさか。ルシオ、
だ。勝てない。僕だけじゃどうすることも。他のみんなはまだ。いや、何を考えているんだ僕は。しっかりしろ。頼れるのは自分自身の魔力のみ。それでもクリスタルの戦士が敗北することは許されない。そうとも、僕がやらなきゃ。僕が守るんだ。今二人を守れるのは僕だけなんだ。思い出せ、ジュームさんに教わったことを。全部何？この記憶が俺の過去だろうが前世だろうが、そんなことどうでもいい。大切なのは今だ。今ここに生きている命なんだ。だから頼む、どうかこの子を、この人たちを、みんなを守る力が欲しい。俺の夢を応援してくれる人を、俺が夢を応援してあげたい人を守る力が。守りたい、助けたいんだ。だから俺に力を貸せ。いるんだろここに。だったら答えろ、アルストリア。僕は託されたんだ、アルストリアに。そして二人のアルストリアは大切な人を守るために戦う道を選んだ。なら僕だってここで命を守るために戦わないで何がクリスタルの戦士だ。この魔力、コアクリスタルに頼らず斧が内側から湧き出させているというのか。加えて脈の魔力をも。己、小賢しい真似を。たとえどんな敵が相手だろうと僕は使命を果たす。僕はルシオ、世界をつなぎ止めるために戦う光のクリスタルの戦士なんだ。その姿いささか貴様を見くびっていたようだ。だが貴様が何をしようとも
世の優位は揺るがぬ。始末せよ。海王、お前はここで。おのれ。どけ。僕の邪魔をするな。海王、残るはお前だけだ。次のな。うわ海王の正体について。だって海王の正体はおそらくディオニスを出奔し父王エルデと弟王子シュテルに撃たれたとされる。バカな、そんなことが。なんと。嘘だ。なんで君が。そんなことあるはずがない。モント、なぜなんだ。どうして君が。やっぱりあの顔は。しまった。陛下、モント様。どうした。世はそれほどに醜い顔をしているか。それとも世の背後に世が手にかけた者らの怨霊でも見たか。嘘だ、嘘だ。君が海王のわけがない。何かの間違いだ。だって君は僕の。世が貴様の何だというのだ。ルシオ。何をしている。そのまま殺されるつもりか。戦えない。戦えるわけがない。ブーンを祈ってるよ。クリスタルの戦士ではなく一人の友として。僕ももう行かないと。自分の使命を果たすために。さようならルシオ。また会う日まで。共に剣は向けられない。どうしてこんなことに。ならば世の勝ちだな。呪われしアードラの大地よ、今こそ
受け取るがいい。コアクリスタルが放つ無限の魔力を。そして何を。全ての憎しみと絶望をクリスタルの輝きに包み砕け散れ。これは偉大なる海王、希望の覇者、あんた陛下。ついに大河への第一歩を踏み出された。神は嬉しゅうございます。今おそばに今この瞬間にアードラ大陸の命運は尽きた。全てがクリスタルと化し砕け散り海へと没するのだ。何もかもがもはや止める術はない。だがこれこそが世が神の頂へと至るための神聖なる儀式。真なる再生は破壊の先にのみある。やめてくれ、モント。まるで世の友でもあったかのような口ぶりだな、クリスタルの戦士よ。モント！その名で世を呼ぶ資格がある者は世の臣下、いや世の家族のみ。目障りだ。世の前から消えよ。リシオ！目を覚ませ！ルシオ、惑わされてはダメ。あれは別人よ。ルシオが知っている人間じゃない。同じ顔の別人。別人。この大陸の崩壊を皮切りにいずれこの星そのものも世の手で叩き砕いてくれよう。さぞ美しい光景であろうな。貴様たちならばそれを己が目で見ることもできようが、
なんだと。さすがにその時までながらえさせてやっては逆に酷というものか。何を笑っているんだ。何がそんなにおかしい。美しいだって星そのものの命を消し去るのが美しいだと。そんなことあるわけないだろう。別人、そうだ、別人だ。お前がモントのわけがない。僕のかけがえのない友のはずがない。だから笑うな海王。何？僕の友の顔で笑うなと言っているんだ。ルシオ、また姿が。何？お前こそ消えろ。僕の前から消えてなくなれ。消えるのは貴様の方だ。コアクリスタルの加護もない貴様らに世は打てる。わけわかんない。何が起こってるのよ。ダメ死んじゃダメだってば。やだ、待ってよ。ペレーネ来てくれたの。ええ、今は私たちにできることをしましょう。リンクス、私のことはいい。君だけでも逃げ。何を言われるのです。あなたを置き去りにするなど死んでもごめんです。マシュリー様に何と申し開きをすればよいのですか。ダリオ様、ダリオ様。くそダリオ殿、無事か。ラナン殿。たたれよシャドウリンクス殿。貴殿おらずば何人がダリオ殿をお守りするのか。すまん。恩に着る。私は大丈夫だ。私たちよりも民たちをどうか。こっちはダメだ。くっそ、どこに逃がしてやりゃいいんだ。逃げ場なんてどこにもないよ。つくしょ
あがくな小僧。ルシオ、今助けにアトラ大陸が沈んでいく。そうだ、滅べ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 。忌まわしき記憶と愚かでどしがたき世の過去を抱え沈みゆくがいい。笑うな。他の連中から無理やり魔力を奪い取ったか。だが忘れたか。世には無限の魔力を約束するコアクリスタルがあることを。あんた様、これはいけませぬ。戦いの紅葉に追われ恩義を顧みておられない。たとえコアクリスタルがモント様に無限の魔力を与えようと、器たる陛下のお体が耐えられねば。月見殿、分かっている。お前の声。陛下、海王陛下、お静まりくださいませ。すでにことはなされました。もはや小物を相手に剣を振るわれる理由はございません。陛下と親鸞の戦いはまだ続くのです。ですので今はどうか。お前たち、ごめん。僕は。モント様、おい、扉を。承知。待て！逃げるのか！そんなこと！そんなこと許さな。ルシオ！ルシオ！ルシオ！何をやっているの？返事をしなさい。つまらない冗談はやめて。目を開けなさい。これは命令。私の命令が聞けないの。ルシオ、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 お願い、目を開けて。ルシオ！